アメリカ南西部の砂漠でスキアジガエルのオタマジャクシがほんの小さなオアシスで孵化する。子供のカエルに成長するまで水の外では生きられない。しかしこれらの池は一時的なものですぐに蒸発してしまうから、オタマジャクシにとっては時間との戦い。池が消える前に大人にならなければならないのだ。そのため中にはほぼ一夜で爆発的に大きくなるものがいる。彼らは鋭い歯と大きな顎の筋肉を使ってより小さな仲間を貪り食うのだ。余分に得た栄養でより早く成長し、池が干上がる前に出ていく。通常のライフサイクルの一環として同じ種の仲間を食べる動物はスキアシガエル以外にも多い。これらの全ての動物が同じことをする。びっくりするような事実だ。最近まで科学者は共食いを飢餓やその他の極度のストレスに対する稀な反応だと考えていた。カマキリやクロゴケグモなど共食いでよく知られる動物は奇妙な例外だとみなされていたが、今では多かれ少なかれ何らかの規則性があることが分かっている。同種の仲間で共食いをすることは非生産的に思えるかもしれないが、共食いは全体として種の生存を促す。総じて競争を減らし、弱い個体を淘汰し、強い個体をさらに強くするのだ。スキアジガエルのような種では環境による圧力に応じて共食いをする。不安定な状況ではあるが、共食いは飢餓を避けるための最終手段ではない。むしろそれはある成長期をより早く抜け出す方法。この段階は特に捕食の恐れがあったり危険な環境条件にさらされていたりするからだ。多くの魚を含む他の種の中には採食行動の際に無差別に共食いをする者がいる。魚は小さな子供を多数産むが、親が子供の個体を認識するなどというのは人間が一握りのレーズンを識別するようなものだ。魚卵、幼生、稚魚は簡単に手に入る栄養価の高い食事で、一塊に何千もの卵が含まれるので、成魚が食べてもまだ多くが孵化できる。稚魚は成魚に食べられるリスクがあるだけでなく、兄弟同士でも食べ合う。シロワニの卵は母親の卵管の中で異なる時期に成長し孵化する。幼生が自身の卵から得られる卵黄がなくなると、各卵管では幼生が1匹になるまで他の卵と幼生を食べる。水中に出てくる時には栄養状態が良く捕食経験があり、生存可能性が高くなっている。たとえ栄養を取るために食べられなかったとしても、若い動物は特に共食いされやすいと言える。ハムスター、ネズミ、その他の齧歯類の母親は子供が病気だったり死んでいたり、また育てるのに多すぎるとこう食べる。その他のクマやライオンなどの哺乳動物のオスは他のオスが産ませた子供を殺してしまう。なぜなら子供の世話をしているメスよりも子供のいないメスの方がより早く交尾を受け入れるからだ。栄養のある肉を無駄にするよりもオスたちは死んだ子供を食べる。一方で他の動物に比べ鳥の共食いはあまり一般的ではないが、特定の種は病気にかかったヒナや死んでしまったヒナを食べる。それはウジ虫が発生する前に死骸を処分する一つの方法でなのだ。大人同士が共食いをするときはオスの方がメスよりもよく食べられる。大抵は交尾の最中に起こり、通常オスの方が小さいからだ。オーストラリア産のセアカゴケグモのオスはずっと大きなメスと交尾する。とても小さなオスは交尾の後に素早く逃げる代わりに宙返りをして自分の腹部が相手の後気に触れるように持っていく。メスは酵素を多く含んだ腸液をオスに吹きかけ腹部を食い尽くす。オスは最初の交尾では殺されず這って戦いに戻る。半分食べられた状態で再び交尾し、その後クモの食料庫へと送られる。オスはメスに精子を提供するだけでなく栄養になる食事も提供する。それはオスの遺伝子を伝えるためにメスが生存することをより確かなものにするためだ。概して動物界において共食いは他によく認識されている行動と同じくらい性の一部であることは確かだ。自然界に存在する共食いについて学ぶにつれ、私たちは自問自答することになる。自然界に人間の基準を当てはめて考えていて、何か他にも見逃しているのではないかと。知識に飢えていますか？チャンネル登録をお願いいたします。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。